皆さんこんにちは、シオネルです。毎度おなじみ東京駅です。ということで本日はここ東京駅からスイカ1枚旅。普段は切符買ったりオンライン特急券を使ったりいろいろしてるんですけど、今日は乗車券類、お弁当もすべてこのスイカ1枚で決済を終えます。スイカのチャージ上限金額が2万円なので2万円を使って旅に出ます。行ってきます。券売機では1回につき1万円までしかチャージできないため2回に分けてチャージしていきます。今回はグランスタで電車の中で食べるご飯を探します。駅弁はもちろんお惣菜とかデザートも種類が本当に豊富なのでとっても迷います。今日は牛タン弁当を選びました。東京から根府川まで東海道線のグリーン車を利用します。コンビニに寄り忘れてしまったので自販機で飲み物も購入します。まず乗車するのは9時54分発熱海行き。乗車後は座席上の読み取り部にスイカをタッチ。ランプが緑色に変われば利用開始です。普通車でももちろん行けますが、特急に乗っているみたいな感じでクロスシートにゆったりとした座席で足を伸ばしてくつろげるのがグリーン車の魅力です。移動時間も旅の楽しみの一つなので、今日は少し贅沢に快適な時間を過ごします。この列車は東海道線下り普通電車の熱海行きです。グリーン車は平屋1階2階席とありますが、私は2階席が好きです。今日は普段見る景色を2階から存分に眺めます。東京駅出発するときにすっごく天気が良かったので、絶景駅として有名な根府川駅にまず行くことにしました。まもなく川崎。いろんな列車との出会いやレースは都会ならではの景色でいつも楽しいです。気づいたら横浜駅、見える車両の色が変わって今の位置を確認します。JR 平塚駅の駅メロは七夕様。平塚は七夕祭りが有名なので、町の活性化などにもつながるようにこの駅メロになっているそうです。The next station is 小田原。またまた駅メロ小田原駅は歌詞に小田原提灯が出てくるお猿の籠屋です。やっぱり駅それぞれのメロディーがあるのはその駅に来たことを実感しますし、思い出の一つにもなっていいなと思います。さあ、車窓には待ちに待った海が見えてきました。根府川 JT18。さあ、根府川駅到着しました。根府川駅周辺には野生の猿が生息しています。見てみたい気持ちと遭遇したくない気持ちと、ここは目の前が海ということで絶景駅として人気の駅です。東京駅の真っ青な青空はどこへやら分厚い雲の歓迎を受けます。これもまた旅ですね。ここは早川駅と真鶴駅のちょうど真ん中くらいにある駅。こんな感じでかなり大きい屋根がなくてすごい開放的な駅なんですが、ここは無人駅です。無人駅に、最大で15両編成の列車が来るわけで、あっちにもねすごい奥とかめっちゃ細い、立てるのかなっていうぐらいの幅のホームになっていますが、目の前が海で、あそこから撮影とかもすごい人気だったみたいなんですけど、ちょっと危ないということで今は撮影が禁止になってます。カラス危ないよ、来るよ。
すごい、めちゃくちゃオレンジ色の線の上を忠実に歩くやん。何探してんの？これは何だろう。ちょっとこのタイプの階段すごくないですか？そう、普通はなんかこっちのタイプだと思うんですけど、なんか高級だった。おー、列車の真横に海。お、踊り子も来た。1923年9月1日の関東大震災。大規模な土砂災害によって根府川駅は海へ流され、進入中だった列車や駅舎、ホームも巻き込まれ、およそ130人が犠牲となりました。翌年に駅は再建されたのですが、沖合の海底には今も当時のホームが残されているそうです。その後は現在スキューバダイビングで訪れることのできる潜水スポットとなっています。ここはラブライブにも出てくるので、聖地巡礼としても人気らしいです。パステル調で海の近くにぴったりな可愛らしい駅舎です。駅舎から見える美しい相模湾と列車、五線橋もまたレトロで、その雰囲気も相まってとても素敵な景色が広がっていました。根府川駅は無人駅ですが、1時間に3分ほど走っていますし、Suicaにも対応しているので気軽に降りられる駅かなと思います。ということで再出発です。もう熱海が近いので、せっかくなので行ってみます。急斜面に家々が立ち並ぶ景色、起伏のある地形である熱海ならではの風景です。新幹線の車窓とかでもこの熱海の景色を探してしまうくらい結構好きな風景です。色とりどりの家々が緑の中にぎゅっと集まっていて、絵本のような可愛らしい景色です。The next station is Yugawara JT20. 熱海駅2番線到着、降り口は右側です。では続いて熱海駅にやってきました。熱海駅は多分Suicaでいろんな食べ歩きとかできるんじゃないかなと思っているが、どうでしょうか。熱海といえば温泉、駅前には無料の足湯。一旦ここで落ち着きます。こちら熱海駅、最近ちょっと話題にもなっていたんですが、東京からSuicaで乗った場合に熱海より先に行こうとしたら、一旦熱海を出ないとSuicaが使えないんですよね。 JR 東日本と JR 東海の切り替わりが熱海なので。熱海駅はチョークアートっていうんでしょうか、これがいつもすごいので、毎回来る時の楽しみになっています。さすが熱海、平日でもすごいにぎわいです。パン屋さんや雑貨屋さんなど、なんだか新しいお店も増えているような気がします。なんかお店はいっぱいあるんですけど、Suicaが使えるかがお店の中まで入ったり聞かないとわからないので、ちょっとお店選びが難しい。熱海プリンだ。これね、食べてみたいと思ってたけど、どうだろう。熱海プリン食べてみたいと思ってたけど、現金オンリーだった。一旦せっかく熱海に来たので、熱海サンビーチ。いやー、ちょっと海と空が一体化するような天気。熱海城発見。めっちゃ懐かしい。私がなんか YouTube 最初に撮りに行ったのもここですね。熱海サフィール乗って185系の踊り子乗って、おー綺麗。
着いたー。せっかくだから足だけでも浸かろうかな。よいしょ。気持ちいい。めっちゃ透き通ってる。なんか意外と無料で楽しめちゃってる。さっきの根府川駅は交通費だけで、今熱海サンビーチもタダだから、こんなにあれなんだ、安く満喫できるんだなって思いますね。と小枝があった。しかもこれ誰かが多分使ってこんな感じで、ほらー、これ海外からもたくさん来てるんですね。私もせっかくだから書こう。はい、私はスイカと書きました。地下街に美味しいものがありそうな予感センサーが働いたので行ってみます。またまた現金オンリーでした。やっぱりこういうリゾート地、観光スポットとかになると現金のみのところは多いので、そこは注意した方が良さそうです。ご希望のボタンを押してください。新幹線にも乗れるようにタッチレゴに登録しておきます。タッチレゴ新幹線は Suica で利用開始登録をしておけば、切符を買わなくても改札にタッチするだけで新幹線の自由席に乗れる超便利なサービスです。Suica を使えるお店が本当に少なくて、あってもめちゃくちゃ並んでたりしたので、一旦熱海は出て、小田原とか行こうかなと思います。熱海駅はこの電光掲示板もめちゃくちゃすごいです。色鮮やかで可愛いかつ分かりやすい。小田原は江戸時代東海道の宿場町でした。その旅人が持ち歩くために作られていたのが小田原提灯です。とにかく今ご飯が食べたい。多分駅ビルならSuicaが普通に使えると思うんですよね。小田原駅直結の海鮮屋さん魚国に来ました。すっごく美味しそうです。めっちゃ美味しそう。腹ペコだったのでかなりお味噌汁が染みました。やばい、お味噌汁が染みる。めっちゃ大きい。お刺身はネタが一枚一枚すごく大きくて、醤油の染み具合がちょうどよくあっさりととっても美味しかったです。歯応えある。もう牡蠣の身もプリンプリンで、見た目から美味しそうですが、口に入れた瞬間濃厚にとろけました。やっとご飯食べられてめっちゃ体力回復しました。小田原駅前は現代的な風景が広がっていますが、少し歩くとみなか小田原というところがありました。こちらは江戸の城下町をイメージしているそうで、ここを歩いているだけでも小田原らしい雰囲気を感じられます。すごい、さすが小田原。ローソンも景観保護で。じゃん。現在は全然ここや。この広場があるんですけど、蓮池と呼ばれた天然の池がここら辺に広がっていたそうです。もう水の跡は全くない。グレーのタイムズパッと見わかんない。全然違う。なんかお洋服のロゴかと思いました。 T シャツにつけたら可愛いと思う。お、鯉泳いでますね。さあ、赤い橋を渡っていざ小田原城へ。間違えました。正規搭乗ルートに向かいます。
ポットらしいので撮ります。上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐え、難攻不落と呼ばれた小田原城。戦国時代には北条氏の本拠地としても栄え、数々の歴史の舞台となりました。駅から歩いて約10分と気軽に訪れることができるので、小田原観光には欠かせないスポットです。私は小田原城がすごく好きで、もちろん歴史を知りにという意味でもあるのですが、小田原城から見えるあの景色がすごい好きでよく来ています。それに今から行きます。わー、かっこいい。すごいなんか雲が額縁みたいな感じで城を囲ってます。先ほどまで歩いてきた場所は無料で散策できますが、天守閣や忍者館、侍館は入場券が必要です。Suicaで入場できるのすごく便利ですよね。さあやってきました。ここが私のお気に入り、小田原城天守。右が伊豆半島、あの先のちょこんとなってるのが多分真鶴半島で、ちょっと雲で隠れてるけど、こちらが伊豆大島。あ、ロマンスカーや。あ、いた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 。アルファの方ですね。ここはトレインビューです。おー、めっちゃいい、めっちゃいい。あっちが箱根らしい。なんかロマンスカー乗りたくなってきた。小田原駅に戻ってきました。今小田原駅のニューデイズでお土産を購入しました。一つはこれ、小田原駅キーホルダー。そしてさっきグリーンスで本当は買いたいなって思ってたものがあったので買っちゃいました。じゃーん、Suicaのペンギンのキャリーとかにつけるような私のものですっていうのが分かるやつ。小田原に来たらロマンスカーに乗りたくなったので、まだ時間があるから箱根まで行っちゃいます。16時36分発箱根登山電車箱根湯本行きに乗車します。小田急の小田原駅、こちらは高い屋根から自然光がたっぷり差し込んで、屋内なのに開放感という感じでとっても素敵なホームです。箱根フォント、勝手にそう呼んでおります。危険ですから、臨ゲージブロックの内側までお下がりください。窓の外には箱根を代表する早川と鮮やかな新緑。川沿いをのんびり走るこの時間も箱根登山電車ならではの魅力です。慣れ親しんだ景色ですが、やっぱり何回来てもワクワクしますね。ではロマンスカーの前に乗り換えて強羅まで向かいます。わーい。乗車するのは1000系。本日も登山電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は強羅行きです。キャスター付きのお荷物、
せっかく箱根に来たので箱根登山鉄道を存分に味わいたいということで、本格的な山岳鉄道らしさを味わえる箱根湯本から強羅間を満喫します。最大の特徴は80パーミルにもなる急勾配。粘着式鉄道で歯車などを使わずに車輪とレールの力だけで急勾配や急カーブを力強く登っていきます。100年以上の歴史を持つ箱根登山鉄道ですが、建設当時は日本には本格的な山岳鉄道の技術がなかったことからスイスの登山鉄道を参考に作られたそうです。現在もその交流は続いていて、姉妹提携を結んでいるスイスのレーティッシュ鉄道にちなみ、この車両にはベルニナ号の愛称が付けられているそうです。まもなく遠野沢です。遠野沢駅のホームからすぐの場所にはパワースポット深沢銭洗弁財天があります。境内に湧く弁天癒しの水でお金を洗うと何倍にも増えて戻ってくると言われていて、金運アップのご利益があると親しまれています。トンネルを抜けると列車は箱根登山鉄道を代表する絶景スポット早川橋梁へ。眼下には早川と新緑が広がっています。ここからは箱根登山鉄道といえばの急勾配を登るためのスイッチバックです。進行方向を変えながらジグザグに標高を上げていきます。出山信号場、大平台駅、上大平台信号場の3カ所で行われ、その度に運転士さんと車掌さんが前後を入れ替えます。列車が前へ進んだと思ったら次は後ろへ。この独特な動きが楽しみの一つです。次は大平台です。映像でもわかりますが、実際もかなり斜めに感じます。緑に囲まれながら進んでいくので、晴れていると木々の間から差し込む光が車内でメロディーを奏でるようにキラキラと流れていく様子も見ることができます。入れ違いの列車を見ていると、その急勾配がよくわかります。ジェットコースターが下っていくような迫力です。さあ次は私たちの番です。さっき電車が下っていった方から私たちは登っていきましたので、右側にグイーンと曲がり登っていきます。2回目のスイッチバックは大平台駅。ここはスイッチバックの駅で唯一ホームに降りることができます。さっきまで前に見えていた景色が再び目の前に。進んでいるのに景色が戻ってくる不思議な感覚です。途中、箱根登山鉄道現役最古の車両100系モハ1型に遭遇しました。これは私がすごく好きな車両で、外観もですが車内のシートがとってもレトロで可愛いです。2028年1月に100系車両の引退が予定されているので、本当は乗りたかったですが会えてよかったです。次は小国の森です。強羅駅に到着しました。一度改札を出て強羅から箱根湯本までの最終列車に急いで乗車します。本当はケーブルカーにも乗りたかったのですが、スイカが使えません。本日も登山電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は箱根湯本行きです。箱根湯本にやってきました。
こちらの箱根登山電車に乗って強羅から往復でね、箱根湯本に戻ってきました。今6時半くらいなんですけど、ちょっと日中の賑やかさはもう全くない、箱根に来たので、せっかくなら温泉に入ってから帰ろうかなと思います。最終のロマンスカーまであと1時間くらいかな。ちょっと時間がないので、私が箱根に来たらよく行く日帰り温泉に行こうかなと思います。急げ歩いて行ける距離なので、それもありがたい。今日は景観保護が行われている場所巡りみたいになってますね。こことかも普段は人でごった返していますが、かなり落ち着いてます。水の音がよく聞こえて、小鳥のさえずり、木の葉っぱが擦れる音、まさに癒しの時間。気持ちいい。もう駅から歩いてすぐ、ご飯屋さんだったり旅館だったりあって、本当にここにはゆっくり休みに来る場所だなと。そして今この季節なので緑もすごく元気で、温泉絶対気持ちいい。早く行きたい。少し薄暗い箱根は千と千尋の世界に迷い込んだみたいな。もうこの時間に箱根についてもやることないだろうなって思ってたんですけど、こんなに静かな時間を過ごせるのもちょっと本来の箱根を味わえている気がして、すごくいいなと思います。目的地が見えてきた。こんな時間に向かっているのは私ただ一人。めちゃくちゃいい雰囲気、綺麗。お風呂上がりの一杯は最高です。お腹が空いたのでそばも注文しました。入浴施設のご飯屋さんのそばってなんでこんなに美味しいんでしょうか。日帰り温泉入ってきました。調べて交通系で払えるって見てたので大丈夫だとは思ってたんですが、ちゃんとスイカで払いました。今回行った天成園、私が箱根にプラーっと来てプラーっと日帰りで入って帰るっていうのをね、よくやる場所で、滝を見れたりもするので面白くて、露天風呂も開放的で気持ちいいです。今時刻は9時前です。もともと箱根湯本からロマンスカーに乗って帰りたかったんですけど、その最終が19時50分でちょっとそれには間に合わないっていうので、小田原の方に普通電車で行きます。小田原からだともっと遅い時間まで最終のロマンスカーあるので、小田原からロマンスカーを満喫してきます。夜の箱根湯本駅、小田原駅からようやくロマンスカーに乗って帰ります。特急券は有人窓口でなら Suica で買えるので箱根湯本で買っておきました。21時34分発相模92号に乗車します。普段は基本箱根何号とかに乗るので、名前を見て通勤ライナー的な利便性を一気に感じました。ロマンスカーエクセアルファがやってきました。シルバーと濃いグレーの配色がかっこいいです。ロマンスカーの伝統色であるバーミリオンオレンジの帯もアクセントになっていてスタイリッシュな車両です。車内はベージュやブラウンを基調とした落ち着いたデザイン。ヘッドカバーやシートには高級感のあるブルーが使用されていて、とっても上品な空間です。高級ホテルみたいな雰囲気もありますよね。指定の特急券が必要です。
特急券お持ちのないとお乗車となっていません。結構浅い。後ろに配慮された絶景だ。22時12分。その後各駅停車新宿行きは22時14分です。だんだん都会の景色に戻ってきました。特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。新宿駅到着です。ここから東京駅に戻ります。4号車と5号車でお待ちください。いつもの路線に乗車中。非日常から日常へ戻ってきたようで、少し寂しいような、どこか安心するような気持ちです。まもなく終点東京お出口は右側です。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。真っ暗になった東京駅に帰ってきました。はい、じゃあ残高を確認します。ご希望のボタンを押してください。ということで今回スイカだけで旅をしてみましたが、この1枚だけでフラッと家を出ることができるのはやっぱりとても便利だなと思いました。ローカル線などスイカが使えないところもあるので、スイカが使える範囲で自分で工程を組みながら旅をするのもとっても楽しかったです。またスイカを活用した自分だけの鉄道旅を楽しみたいと思います。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。